はい、それでは今からパテントフィールドのサービス概要について、こちらのスライドの資料を使ってご説明をさせていただきます。パテントフィールド、特許の調査から分析までをワンパッケージで提供しているようなシステムとなっております。この調査から分析までをワンパッケージで提供するにあたって、4つの機能というものが備わっております。その4つの機能というのが下に書いてあります A、B、C、D の機能になっておりまして、A がいわゆる特許検索機能というもので、JPLATPAD であったり、他の特許の商用の検索システムと同様に、1行ずつ検索条件を指定して特許の検索ができるというものとなっています。B の手間いらずの可視化、こちらがいわゆるパテントマップの作成機能というものになっています。実際、後ほどの操作画面でご覧いただきますが、マップに表示したい軸をクリックで選択いただくだけで簡単にマップが作成できるようになっています。C の AI セマンティック検索。こちらが AI を使った検索機能になっております。セマンティック検索というのが、いわゆる一般的に意味合い検索というふうに呼ばれておりまして、例えばソーラーパネルというキーワードがあったときに、そのソーラーパネルに意味合いとして類似する概念、太陽光パネルとか太陽光発電パネルと、そういった類似概念も含めて網羅的に検索ができるというものが、こちらの AI セマンティック検索というふうになっています。D の AI 分類予測。こちらは、事前に教師データというものをセットいただく必要があるんですが、この教師データをセットいただくと、例えば A の機能でも C の機能でも何でもいいんですが、特許の検索をしましたと。でその検索をしたときに、ヒットしたすべての候補が調査テーマに関連するかというと、決してそうではないと。やはりどうしてもノイズも含まれてしまうというふうになってしまうと思います。でこちらの分類予測では、事前にセットした教師データに基づいて、この特許は関連する特許、この特許はノイズの特許というのを AI が自動で振り分けをしてくれるというのが、この D の AI 分類予測です。で、こちらでは、例えば SDI なんかで定期的に特許の広報がやってくるという場合に、その当然 SDI の中にもノイズが含まれていると思うので、その SDI のノイズ除去という形でご利用いただいたり、あとは、この分類予測、独自ラベルを付与するような機能もございまして、例えば社内分類というものを運用されている会社様もいらっしゃると思いますが、そういった社内分類を付与したいという場合でも、事前にセットした教師データに基づいて、この特許は A というラベル、この特許は B というラベルみたいな形で、独自の分類ですね、社内分類というものを付与することができるようにもなっています。で、この A、B、C、D の機能が備わっているのが、パテントフィールドというシステムとなっています。あと、サポート機能といたしまして、PF スコアという機能がございます。こちらは、スコア条件、自由にカスタマイズして、独自の評価基準に基づいて、スコアリングが可能というものになっています。で、そのスコアリングされたものを軸にして、マップで可視化するということにも対応しています。で、あと一般的なウォッチングの機能であったり、SDI 配信機能。あとよくご利用いただくのは、こちらの番号一括入力というもので、例えば他の検索システムをすでに導入していますという場合に、特許の検索自体は今までのように慣れたシステムを使って特許の検索をしたいと。ただ、マップであったり、セマンティックで、類似順に並び替えたいというものであったり、あとは分類予測をかけたいという場合に、その他の検索システムで、吐き出した広報の番号リストというものを、こちらの番号一括入力で取り込んでいただくと、取り込んだ番号に対して、マップを作ったり、セマンティックで類似順に並び替えたり、分類予測をかけたりという形でよくご利用いただいております。あと収録範囲ですが、標準のご契約で日本とアメリカ、欧州と国際特許と、あと DocDB の5つを収録しています。でいわゆる AI 機能ですね。AI セマンティック検索、AI 分類予測というのは日本語と英語に対応しています。セマンティックの場合ですと、日本語で何か文章を入れた場合は、日本語で書かれた類似の特許が検索できると。
英語で何か文章を入れた場合は、英語で書かれた類似の特許がヒットするというふうになっています。英語で書かれた広報ですので、アメリカの特許、あとは、欧州の特許で英語で書かれたもの、で、国際特許で英語で書かれたものというのが対応しているというふうになっています。で、あとオプションにはなりますが、日本語横断検索オプションというものをご利用いただくと、さらに収録範囲として中国と韓国が追加されます。日本語横断検索という名前の通りですね、日本語でこちらに記載されている国、5つの国を横断して検索ができるようになります。この5つの国の候補に対して、あらかじめ日本語の機械翻訳文というものを収録しています。その翻訳文に基づいて、日本語で特許を検索するということができるようになっています。ただそれだけではなくて、AI セマンティック検索、AI 分類予測にも対応しておりまして、機械翻訳の場合ですと、どうしても翻訳の表記揺れというものが発生したりするんですが、セマンティック検索というのは、類似概念も含めて網羅的に検索をしますよというもので、例えば、ソーラーパネルというので検索をかけた場合でも、例えば表記揺れとして太陽電池パネル、太陽光パネルというふうに書かれた候補であっても、類似特許として網羅的に検索ができるというふうになっています。ですので、海外の特許を検索をしたいという場合に、検索式立てるのに非常に時間かかると思いますが、日本語横断検索オプションでセマンティック検索をご利用いただくと、簡単に海外での類似の特許が検索できるというふうになっています。はい、続きまして、パテントフィールドの操作画面を見ていただきながら、操作デモをさせていただきます。操作デモにつきましては、先ほどのスライドの資料でご覧いただいた A、B、C、D の順番に沿ってご説明をいたします。で、今映っているのがパテントフィールドのトップ画面になっておりまして、トップ画面のところに、この検索窓が設けられておりますので、こちらのところに、気軽に何かキーワードを入れていただくと、簡単に特許の検索ができるようになっています。パテントフィールドの一つ大きなコンセプトとして、誰でも簡単に特許の検索であったり分析ができるようにしたいというところがございまして、こういった形で、特許の検索に慣れていない方でも気になるテーマがあったときに、キーワードを入れていただくだけで、簡単に特許の検索ができますと。で、後ほどもご説明いたしますが、こちらのマップのところで今、例えば1万3000件ヒットしてますと。じゃあ、出願の推移ってどうなっているんでしょうというのをご覧いただくと、この多能性幹細胞というテーマについては、非常に最近、今、出願が非常に伸びている分野でありますねというのが見て取れます。じゃあ、どういった出願人が特許出願していますかというのをご覧いただくと、京都大学、大阪大学、富士フィルムさんというのが、非常に多く出願されているというのが、このグラフを見ていただくと、簡単に見て取れると思います。というので、特許の検索と分析というのを今見ていただいたように、クリック操作だけで簡単にできますので、気軽にご利用いただければと思います。続いてまたトップに戻りますが、こちらの窓のところで、今度は例えば、京都大学と入れていただくと、下にサジェストが出るようになってますので、正式名称がわからないという場合も結構あるかと思いますが、こういった形でサジェストが出るので、これも選択いただくだけで簡単に入力ができるようになっています。で、今度は出願人を指定していますので、こちらの地球儀マークのところで、検索対象というものが出てくるので、こちらで出願人というものを指定していただくと、出願人として京都大学の特許を検索するということができるようになっています。で、特許の検索に慣れている方につきましては、こちらの詳細検索というボタンがございまして、こちらを押していただくと、名前の通り詳細検索画面に飛びます。で、左下のところにフィルター条件を追加というものがありますので、こちらを押していただくと、1行ずつ検索条件を指定して、特許の検索もできるようになっています。普段使い慣れている、検索システムと同様に、こちらのところで、特許分類であったり、日付であったり、というものをいろいろ指定して、特許の検索もこちらでできるようになっています。
特許の検索画面、また戻りますが、今、京都大学で6674件ヒットしています。で、右側にヒットした広報の一覧。で、左側にマップが表示されるようになっています。あと、この6674件というのは、出願中のもの、はたまたもう死んでしまっているもの、すべて含まれた状態になっていますが、こちらのリーガルステータスを押していただくと、今どのステータスにあるものを見たいですかというのが選択できるようになっています。権利維持選択いただくと、今権利として生きているものだけをヒットさせるということになります。で、権利維持継続中を選択いただくと、今出願中のもの、プラス権利維持のものというのを両方ヒットさせるということができるようになっています。で、権利維持を今私選択すると1868件に減りましたというので、京都大学さんで今権利として生きているものは今1800件ありますよという形となっています。で、続いて、特許のこちらの詳細を見たいという場合なんですが、例えばちょっと2番でいきますが、この2番の候補の詳細を見たいという場合は、タイトルがリンク形式になってますので、こちらをクリックします。で、そうしていただくと、詳細ページにジャンプしまして、1ページ目が諸指事項というもので、こちらの特許分類、いくつか並んでいるんですが、こちらを押していただくと、各特許分類ごとの説明文も見れたりできるようになっています。あと、請求の範囲、出願というのが出願時のクレームの内容。付与というのが、登録時のクレームの内容というふうになっています。で、審査登録記録というのは、出願から現在に至るまでどういった経過をたどってきましたかというのが確認できるようになっています。で、こちらの引用分析のところではですね、審査の時に審査官が印例として使った文献、いわゆる審査官引用の文献をこちらで確認できるようになっています。マウスオーバーしていただくと、概要が表示されるようになっておりまして、一度クリックしていただくと、引用文献の引用文献、右側から行くと孫引用ですね、というのも見れるようになっています。こちらどんどんクリックしていただくと、最大9世代まで遡ってみることもできるようになっています。で、こちらなんですが、マウスオーバーすると概要が見れるんですが、この状態でダブルクリックしていただくと、その出願の詳細ページにジャンプすることもできるようになっています。で、続きまして、左側の B のマップのところのご説明をさせていただきます。このマップのところはですね、この今、出願年の時系列チャート、累積という形となっておりまして、この1868件に対してマップが作成されています。で、この時系列チャート、累積というものを選択いただくと、いろんなマップ選択できるようになっておりまして、時系列チャートを選択いただくと、いわゆる単年度ベースでの出願推移というものが見れるようになっています。ちょっと権利維持の状態を元に戻してみると、はい、こういった形で6674件に戻りまして、マップも瞬時に反映されるようになっています。これで見ていただくと、京都大学さんというのは2005年以降、毎年400件近く、特許出願されてますね、というのが見て取れるようになります。で、こちらの出願年というのを選択いただくと、どの軸でマップを表示したいですかというのをここで選択できるようになっています。これで出願人を選択いただくと、この6600件に含まれる出願人というのが表示されるようになります。で、こちら、例えば狂気ネットワークというものを選択いただくと、いわゆる共同出願人というのが放射状に表示されるようになっておりまして、京都大学さんというのは、NTT さんであったり、住友電気工業さんと、よく共同出願されているんですね、というのが、簡単に見て取れるようになったりします。で、今、一軸でやっていたんですが、今度はちょっと二軸で、一軸目を出願人に戻しまして、二軸目を特許分類のテーマコード、いわゆる F タームのテーマコードですね、を選択いたします。で、マップの種類を、パテントマップではよく見かけるこちらのバブルチャート
というのも、簡単に作成できるようになっています。これで見ていただくと、京都大学さんというのは、こちらの医薬の治療活性の分野であったり、微生物バイオ処理に関する分野というのが、非常に特許出願が多いですね、というのを見て取れるようになります。というので、ここの表示させたい軸をクリックで選択いただくだけで簡単にいろんなマップが作成できるようになっております。で、続きまして、セマンティック検索のご説明をさせていただきます。セマンティック検索実行する場合は、こちらのトップ画面でセマンティック検索に切り替えていただくと、こちらで文章であったり広報番号を入力いただくと簡単に類似の特許が検索できるようにもなっています。で、こちらですが、こちらの詳細検索画面も対応しておりまして、今私セマンティック検索モードに切り替えたので、こちらのモード切り替えに対応しています。で、ここのセマンティック検索モードのところで、ここの濃い青枠の部分に何か文章を入力いただくと、類似の時が検索できるというふうになっています。で、例えばですね、すいません。ちょっと適当にキーワードを入れましたが、機械学習を利用した医療用画像処理装置と、こういったものを探したいというので、検索と押していただくと、今私が入力した非常に短い文章ですけれども、この入力した文章に対して類似の特許を検索してくれるというふうになっています。で、こちらのセマンティック検索なんですが、3ステップほど踏んでいただくと、より類似する特許を検索できるようになっています。まず短い文章でもいいので、こういった形で入力いただいて、このヒットした特許の中から、比較的自分が探したいテーマに一番近いものというものを1件見つけていただきます。例えばですね、この6番の特許が今回探したいテーマの特許に非常に近いという場合には、こちらの6番の特許の右下ご覧いただくと、関連順と関連特許というボタンがついています。これすべてのものについているんですが、こちらの関連特許という方を押していただくと、別のタブが立ち上がりまして、もう一度セマンティック検索をやり直した状態になっています。どういうふうにやり直しているかというと、こちらの検索窓をご覧いただくと、今、候補番号が入力された状態になっています。この候補番号は何かというと、先ほど私が選択した6番の特許。これが一番近いと選択した6番の特許の出願番号ですね。2019の42740というのがこちらに入力されています。で、セマンティック検索、候補番号を入力して類似の特許を検索するということもできまして、候補番号が入力された場合は、その候補の全文のテキスト情報を利用して類似の特許を検索するというふうな処理となっています。で、先ほどセマンティック検索実行した際もですね、こういったハイライトがついていたかと思います。このハイライトは何かというとですね、この入力した文章、候補番号でもいいんですが、に対して AI がどのキーワードに反応してヒットしたのかというのを一部見える化したような機能になっています。AI の検索というのは、何かしら類似の特許がヒットするんですが、なんでこれがヒットしたのかよくわからないというケースもよくあったりします。で、こういったハイライトがつくことによって、AI はこのキーワードに反応してヒットしてますよというふうに見ることができますので、なるほど、このキーワードに反応しているのねというので、AI がなんでこれをヒットしたのかというのが、見ることができるようになっています。すみません、話が戻りますが、この候補番号を入力いただくと、全文を入力して、全文を利用して類似の特許を検索するというふうになります。で、全文を利用して検索するので、自分が探したいテーマの特許に、かなり近いものが、この検索結果の中に含まれてきます。で、もう一度同じ操作をするんですが、また上位10件、20件ぐらいから、また自分が探したいテーマのものに一番近いというものを1件見つけていただきます。
で、今度は、例えばこの8番の特許がかなり近いとなった場合には、今度はこの関連特許ではなくて、関連順という方をクリックします。で、関連順という方をクリックいただくと、見た目が何も変わっていないように見えるんですが、この検索結果の1万件の並び順が入れ替わっています。どういうふうに入れ替わっているかというと、先ほど私が選択した、特許ですね。選択した特許に類似する順番にこの1万件が並び替わって表示がされています。ですので、この状態で上からスクリーニングしていただくと、自分が探したいテーマのものが1万件の中に含まれている、かつ、さらに自分が探したいものっていうものが、よりこの上の方に表示がされているというので、これで効率よくスクリーニングすることができるようになっています。なので、セマンティック検索ご利用いただく際は、まずは短い文章でもいいので、何か入力いただいて、それに対して関連特許と関連順という操作をしていただくと、より自分が探したいテーマのものを、効率よくスクリーニングができるというふうになっています。で、最後、AI 分類予測について解説をさせていただきます。AI 分類予測機能をご利用いただく場合は、こちらの作業グループというものを選択いたします。で、こちらの今私デモという作業グループの中にもうすでにあらかじめ教師データをセットしています。こちら今日分類というもので教師データがセットされています。日分類というのは1かマイナス1というので、これは関連するかノイズかというのを2つに1つ振り分けができるというのが日分類です。で、真ん中の立ち分類というのは、独自のラベルを付与したいという場合にご利用いただくものとなっておりまして、例えば社内分類を付与したいという場合であったり、ヒットした特許を、どの製品、自社のどの製品に関連するのかっていうのをラベルを振りたい。この特許は A という製品に関連する。この特許は B という製品に関連するという形で、独自にラベリングを振りたいという場合には、こちらの立ち分類をご利用いただきます。今回ちょっと日分類を例にとってご説明させていただくと、まず教師データというものをセットいただきまして、で、この状態で隣の予測データというタブを開きます。で、ここからですね、CSV ファイルを流し込むんですが、こういった CSV ファイルを流し込みます。A 列に広報番号、B 列に、これはちょっと検証用のデモ用のデータですので、あらかじめ答えを入れてある状態なんですが、A 列に広報番号、B 列に1かマイナス1というのが付与されたデータを流し込みます。で、これを流し込むと、このセットされた教師データ、今795件セットしてやるんですが、このセットした教師データに基づいて、この1番の候補というのは、これは関連する特許ですか、どうですかというのを AI が判定した結果というのが表示されます。AI としては予測ラベルというので、これはマイナス1と判定しています。で、スコアというのは、日分類の場合は1からマイナス1の間で数字が表示されるようになっておりまして、1に近ければ近いほど、これは関連する特許です。マイナス1に近ければ近いほど、いや、これはノイズですという判定となります。で、例えばこの8番の特許を見ていただくと、この8番の特許は、A としては1と判定しました。で、そのスコアは 0.6 ですという形で表示がされるようになっています。で、今回ちょっとデモ用ですので、あらかじめ人間が正解を入れたものをこちらに入れています。で、人間が判定した結果に対して AI は、なんか間違えてますねというのも結構あったりします。で、この200件流し込んだんですが、200件のものに対してどれだけ正解していますかというのが、こちらのところで確認ができるようになっています。現状は約86%の精度がありますねと。で、あとはこちらの予測データで番号検索というものをしていただくと、実際の検索画面で、先ほどの200件ご覧いただくこともできるようになっています。はい。
操作デモとしては ABCD 以上となります。ありがとうございました。